皆さんごきげんよう、上川薫です。今回取り上げる話題は、北朝鮮がロシアに対して弾薬類などを売っています。ロシアは戦争が長引くことによって自国で生産する兵器だけでは賄うことができず、北朝鮮に頼るといったこともあるのです。そして北朝鮮が販売するにあたってロシア側から得ているのはミサイル技術であったり食料であったりします。農業大国のロシアから小麦粉を受け取ったというニュースが流れているのですが、この双方が受け取ったものそれぞれにお互いの悪いところが現れているようなニュースということもあってネット上で話題になっているので、ぜひとも最後までご覧ください。それでは北朝鮮の弾薬を受け取ったロシア側の評判。ロシア軍の自走砲が突然爆発。北朝鮮製砲弾が暴発化。ロシア砲兵、射程もバラバラ。ウクライナ戦争で弾薬不足に苦しむロシアが北朝鮮から武器の提供を受けていると伝えられる中、北朝鮮製の砲弾や弾薬の品質が悪く、ロシア軍が悩んでいると各外信が報じた。砲弾を発射するために使う火薬の不良などで、撃つ前に爆発したり、射程が一定にならないなどの事故が相次いでいるのだ。最近ロシア軍が運用中の戦車が爆発する事故が発生した。最前線に投入され始めた北朝鮮製の低品質な弾薬が砲身内で爆発したものと推定される。ポーランドではロシア軍は北朝鮮が送った弾薬を使用し始めるとともに予想外の問題に直面した。北朝鮮製の弾薬は品質が悪く、軍事専門家らが予想した通り、砲弾の総発により自走砲などが破壊されたり損傷したりする事故が増加したと伝えた。これはロシア軍は北朝鮮製のものであろうともまあ大丈夫だろうと甘く見ていたが、欧米の軍事専門家らは事前の段階で北朝鮮の弾薬なんてろくなものではないと予想していて、実際にそうだったと話しているのです。北朝鮮がロシアに提供した武器が不良品だという報道は今回が初めてではない。北朝鮮がロシアに提供した弾薬の中から無作為に選び出した5発を点検した結果、砲弾の推進剤の顔料がバラバラで中身の材質が違っていたり、内部にあるべき導線が抜けているものもあったりしたと伝えた。こうした理由で北朝鮮製の砲弾は射程が一定ではないという。アメリカホワイトハウスは北朝鮮が金正恩国務委員長を暴論に合わせて長さ6メートルのコンテナ1000個以上もの分量になる弾薬や軍事装備をロシアに送ったと明かしている。ロシア軍による侵略が継続的に行われている中において、砲弾の大量消費といったものは戦線を支えています。しかし、ソ連時代から蓄えられていたものを放出していたとしても、それでもなお足りないぐらいに戦争は長引いています。そこでロシアが目をつけたのが北朝鮮です。北朝鮮にはソ連時代から供与された兵器類なども大量にありますし、規格としてもロシアのものと同じです。北朝鮮が大量に備蓄している弾薬類の中には、ソ連時代にプレゼントしたものを大量にまだ残っているとされていますから、それらを返してねと言いたいところです。もちろん返してねとは言えないものですから、取引として技術的なアドバイスや食料類などを北朝鮮に渡すことで話がまとまったと言われています。そしてやってきた弾薬類なのですが、この記事にもあるように、暴発や不発、そしてどうにもこうにも使えないといったものも含まれているようなのです。記事の中では戦車の砲弾に問題があって砲身そのものが吹っ飛んだといったような話もあるわけですが、その映像については残念ながら見つかりませんでした。その代わり北朝鮮から送られたのではないかとされるものの中で多連装ロケット用の弾薬類で問題が発生したことが伝えられています。おそらくはその問題の動画ではないかと言われているものを一つご紹介しましょう。ロシア軍の多連装ロケット、トラックの荷台にたくさんの筒が並んでいて、そこに多くのロケット弾が詰め込まれています。これを戦場に運んでいって相手方陣地へと撃ち込むのです。古くは第二次世界大戦当時からその原型があるシンプルな兵器だと言えます。それだけに北朝鮮製の弾薬でも問題なかろうとロシアが考えた可能性は高いです。その結果何が起こったかといえば、こちら右側の動画。おそらくは敵陣に撃ち込む前、何か花びらが咲くような形になっていることから内部での爆発だと考えられています。そしてこうした暴発だけではなく、そもそも弾を作る段階からして形が歪なのではないかといった話もあります。筒の部分に押し込もうとするときにどうもうまく入らないということで無理やり押し込んでいる話なども出ています。製作過程に問題があるのか、検品に問題あるのか、それとも製造するための素材に問題があるのか、
もしくはそれら全てに問題があるのか、何が問題なのかがわからないぐらいに問題がありすぎるというのが北朝鮮製の弾薬類のようです。さて、そんな評判散々な北朝鮮製の弾薬を受け取っているロシアなのですが、お返しとして北朝鮮に対して食料を送っています。ロシアが砲弾の見返りを北朝鮮に提供。賞味期限切れの小麦粉、余り物か。ロシアのプーチン大統領は北朝鮮に急接近し、金正恩総書記と首脳会談も行ったが、ウクライナ侵略のための砲弾を北朝鮮から得る見返りに、北朝鮮に送られたのが、賞味期限切れの小麦粉だったとする証拠写真が公表された。写真を入手したのは、韓国で北朝鮮に向けて短波ラジオ、自由北朝鮮放送を放送し、北朝鮮の実態を住民に伝えているキム・ソンミン代表。写真はキム・ソンミン氏が北朝鮮内部から入手。ロシア産小麦粉の2キロ袋。現在も北朝鮮全土の穀物販売所で販売されているが、賞味期限は2022年5月5日とされ、余り物とみられる。産経新聞にはこう書いてあるのですが、ここには訂正の必要があると私は思います。こちらがその証拠写真だとして公表されたものです。2022年5月5日の日付が打たれています。しかし、左側の方、細かい字がいっぱい書いてあるのですが、そこに書かれているのは、生産日が2022年というふうに書かれているのであって、賞味期限が2022年ではありません。じゃあ、生産日が2022年の場合、どれだけの持つのかというと、こちらも袋の方に保管期限は12ヶ月ですよと書いてあるので、正しくは2023年の5月に保管期限が切れたものです。キム・ソンミン氏によると、北朝鮮では昨年来、ロシア・北朝鮮の関係改善で30万トン以上の大量の食料支援がロシアから送られるため、食料配給制が正常化するとの噂が流れていたという。だが配給制は再開しなかった。キム・ジョンウンのロシア訪問が多目的戦闘機や軍事偵察、衛星技術移転などの国防分野に重点を置いたことで、ロシア産小麦粉のような経済支援に期待を寄せていた北朝鮮住民の失望が高まっているとキム・ソンミン氏は語った。というわけで、ロシアは砲弾が足りないから北朝鮮から買ったんだけれども、受け取った砲弾類などには問題があり、いざ使おうとしたら、砲身の中で爆発したり、多連装ロケットが吹っ飛んだり、直接的にロシア兵が死傷するような事故も発生しており、不発弾で済むぐらいであればまだ良いかもしれません。ただ、ロシア軍の上層部としては、現場で困るぐらいは別に気にしないような軍隊ですから、北朝鮮製の低品質の弾薬については目をつむることでしょう。基本的に彼らにしてみれば、たとえ半分でも使い物になるんであれば、もっともっとよこせというぐらいの感じだと思います。一方で北朝鮮が受け取っている小麦粉なのですが、産経新聞の記事そのものを受け止めるのはちょっと違うかなと思います。というのも、北朝鮮の場合だと、そもそも受け取る小麦粉に大した品質を求めてはいないでしょう。あの国においては多くの国民が飢餓状態にありますから、北朝鮮からロシアに要求するのはあくまでも食べられる程度であれば量が多ければ多いといったような要求でしょう。決して美味しい小麦粉をよこせといったような話などはしていないはずです。ですから、ロシアとしても通常のルートで販売する時の余り物であるとか、袋詰めして売るはずだったものがキャンセルなどで倉庫で眠ってしまったりとか、手違いとか様々な理由で販売ルートに乗らなかったものを積極的に北朝鮮に渡しているのでしょう。北朝鮮の人たちにしてみれば、腐っていなければ栄養価としては十分だといったことも十分考えられるわけで、多くの国民を一日でも長く生きながらせることはできるかもしれません。ただ、北朝鮮の金正恩氏は別に国民を救おうとしているわけではなく、最低限の労働力を確保するために国民の食料を確保しているに過ぎないでしょう。あの国においては国民が豊かになってしまうと支配層に対して反抗する体力を持ってしまうかもしれないと恐れている部分がありますから、生かさず殺さずみたいな残酷な政治が延々と続いています。なお、こうした取引なのですがまだまだ続くだろうと予想されています。というのも、プーチン大統領としては今の侵略をやめる気が全くないということを表明していますから、自国の生産分プラスアルファ、北朝鮮の低品質であろうともとにかく量が欲しいという要求に応えるのであれば、
これまで通りに取引を続ける可能性があるのです。また、北朝鮮としても、基本的には倉庫に眠っている古いものからロシアに送るでしょうから、注文が入るたびに自分たちの年代物の弾薬類などをロシアに渡して、それを穴埋めする形で生産ができるとなれば、弾薬類の更新も進むのですから、彼らにしてみても大歓迎の取引だと言えるでしょう。今回のニュースでは、ロシア、北朝鮮それぞれの雑だなぁと思う部分がそこかしこに見えるわけですが、それでもなお戦争が続くのは、そのような雑さといったものが、プーチン大統領の進める命を粗末に扱う政治や軍事の行動を下支えしている面があると私は思います。皆さんはどのように思われたでしょうか。というわけで今回の動画はここまで。最後までご視聴いただきありがとうございました。チャンネル登録していない方はぜひともチャンネル登録していってください。そして動画を見終わったら評価ボタンのクリックとあなたの感想、コメント、ぜひともよろしくお願いします。それでは次の動画でまたお目にかかりましょう。またね。